ポルトガルも春から初夏に少しずつ変わり、気持ちの良い季節になってきました。今日はセジンブラという町の中央市場まで足を伸ばしてみます。セジンブラっていうのはリスボンからテージョ川を通って車でだいたい40分ぐらい走ったところにある漁業の町で、新鮮なシーフードと美しい自然が残る海岸線でも知られています。中央市場ではこの季節ならではの野菜や魚が勢ぞろいしていました。野菜売り場ではエンドウ豆がまだ売っていたんですけれども、もうそろそろ終わりの季節になってきたので、その前にもう一回豆ご飯が食べたいなと思ってエンドウ豆を買ってきました。今日はセジンブラの中央市場で買ってきたエンドウ豆で日本の豆ご飯を作りたいと思います。ポルトガルにもエンドウ豆が売ってるんですけど、だいたい4月の初めから5月の半ばぐらいまで売ってます。でこれはそら豆も同じぐらいの頃から売り始めるんですけど、そら豆の方がもうちょっと長い期間売ってて、エンドウ豆は本当にこの1ヶ月半ぐらいだけ市場とかでよく見られます。でその頃はもう本当にすごい量売ってて、市場で野菜売ってるおばちゃんたちも豆を鞘から取り出して豆だけ袋に入れて袋詰めで売ってたりとかもして、それもすごい便利なんですけど、やっぱり鞘付きの方が美味しい豆ご飯ができるので、今日は鞘付きのエンドウ豆買ってきました。実はポルトガルにも豆ご飯っていうのがあって、だいたい今の季節にこれも出てくるんですけど、こっちのは単体で出てくるんではなくて、揚げ魚とかメインディッシュの横に添え物として出てきます。でうちのお店でも豆ご飯を時々お客様に出す時があるんですけど、そうするとポルトガルのお客様が「これポルトガルの豆ご飯とすごい似てる」って言って喜んでもらったこととかもありました。私も豆ご飯が大好きで、この季節がいつもすごい楽しみで、売り始めたらもうすぐに買って家で豆ご飯よく作ったりします。では豆ご飯を作っていきます。このさやえんどうはもう一応水でざっと洗ってるんですけど、これを今からさやと豆と分けていきます。全部分け終わったら豆とさやをそれぞれもう一度ざっと洗います。でその後豆だけを茹でるのではなくて、さやにもうまみがたくさん詰まってるので、さやも一緒に茹でていきます。まず鍋にお湯を沸かしていただいて、でそこに塩をだいたい大さじ1ぐらい入れてください。でお湯が沸いたら豆とさやを入れます。でその後またお湯が沸いたら弱火にして、で、お好みの硬さになるまで弱火でだいたい5分ぐらい茹でてください。でこの後すぐにざるにあけるんではなくて、火から下ろしてだいたい常温とか冷たくなるまでそのまま放置しておきます。
うしてざる揚げをしないで茹で汁に入れたまま冷ますかっていうと、ざる揚げしてしまうと豆がシワシワになってしまうんです。で、だからそのまま茹で汁のまま常温にすると豆がふっくりしたまま保てます。常温に冷めたらこれをざるにするんじゃなくて、茹で汁は必ず置いといてください。でこの茹で汁も、豆ご飯作る時に一緒に使います。でこの後ご飯を炊いていきます。今回は3合のお米で豆ご飯を作りたいと思います。ボウルに3合のお米を入れていただいて、水で洗います。でこれは研ぎながら水を取り替えてほしいんですけれども、だいたい水がきれいになるまで5、6回水を取り替えながら洗ってください。で、洗い終わったらお米をざるにあげます。でざる揚げをだいたい10分ぐらいしてください。ざる揚げが終わったら鍋にざる揚げしたお米と同量の茹で汁を入れたらだいたい30分ぐらい浸水します。そして少しだけお酒を入れます。だいたい大さじ1杯ぐらい。そしたら、蓋を閉めて炊いていきます。でこの鍋なんですけど、鍋は、厚手の鍋の方がいいです。で蓋もちゃんと閉まる鍋を選んでください。最初は強火で炊いていきます。で、沸いたら弱火にして12分、炊いてください。沸いてるっていうのが音とかでわからない場合は一瞬ちょっと開けて沸いたかなっていう風に見てみてください。で12分炊いたら火を切ります。でそこからだいたい12分から15分ぐらい放置します。15分経ちましたら一度蓋を開けて、そこに先ほど炊いたえんどう豆を入れます。ご飯とえんどう豆をしゃもじでさっくり混ぜていきます。これで完成です。いただきます。いただきます。